んにちは、ハレです。今回は浮かせなしでアーモロート風ゲントの施設の作り方をご紹介させていただきます。 S サイズの FC ハウス1階でのハウジングを想定して、地下工房や地下階へのアクセスもできるように考えてみました。今回使う家具の一覧をスプレッドシートにまとめたものを概要欄に載せておきます。染色や購入先も一緒に載せていますので、コピー等してご活用ください。それでは作っていきます。内装はシンプルスタイルを使います。壁紙はシーフェイドインナーウォール、床材はアーモロートフローリング。天井照明については指定はございませんが、私はオッチャーズパレスシーリングライトを使いました。最終的に照度は0にするので、照度0でも造形が綺麗な照明が良いかなと思います。部屋の北側にアーモロート風の景色を作っていきます。グリッドオフにして御用邸の衣装ダンスを地下工房のドア前ギリギリの位置に設置します。ちゃんとドアにアクセスできますね。次は部屋の北側中央に向かってグリッドオンの状態でふずくえを取り出し180度回転させます。ふずくえを壁ギリギリ設置できる位置から3グリッド分手前に設置します。上から見るとこの辺りの位置です。台座に乗せる機能をオンにして、相手用ランプをふずくえの中央手前ギリギリの位置に設置します。もう一つ相手用ランプを同じ位置に重ねて設置します。部屋の照度を0にして影の景色を作っていきます。 M 字スカーハを取り出し、半時計回りに90度回転させます。ふずくえの手前ギリギリ、相手用ランプの正面から左に1グリッドずらした位置に設置します。アーモロートの特徴的な螺旋状の建造物を模しています。クリスタリウム、メカニカルキルを取り出し、時計回りに4グリッド分回転させます。台座に乗せる機能をオフにし、相手用ランプの奥側に1グリッド、左に1グリッド分ずらした位置に設置します。上から見るとこんな感じです。今回はグリッドで位置を決めていますが、影を見ながらお好みで調整いただいて構いません。東方風室内竹噴水を取り出し、相手用ランプの奥側に2グリッド、左に2グリッド分ずらした位置に設置します。上から見るとこんな感じです。部屋の左側にも影の風景を作っていきます。グリッドオンの状態でふずくえを取り出し180度回転させます。床のタイルを目安に奥から3列目に設置します。台座に乗せる機能をオンにして、相手用ランプをふずくえの中央手前ギリギリの位置に設置します。クリスタリウム、メカニカルキルを取り出し、半時計回りに4グリッド分回転させます。台座に乗せる機能をオフにし、相手用ランプの真下の位置に設置します。東方風室内竹噴水を取り出し、半時計回りに90度回転させます。相手用ランプから左に1グリッドずらした位置に設置します。ビルっぽい影を作るのに、今回は東方風室内竹噴水を使っていますが、少し水の流れる音がするので、気になる方はイミテーションプレゼントボックス等を代用しても良いと思います。ホワイトスクリーンを取り出し、壁ギリギリに設置できる位置から2グリッド分手前に設置します。目安は壁の白い腰壁が隠れるようになる位置です。左隣にも同じようにホワイトスクリーンを設置します。左側の腰壁も隠れるようにホワイトスクリーンを90度回転させたものを設置します。これで風景の基礎部分ができました。ここで一旦作業を玄関と部屋の壁作りに移行します。玄関ドアの位置は動かせないので、
玄関を基準にして部屋の壁を設計していくためです。クリスタリウムワードローブを取り出し、玄関ギリギリに設置できる位置に2つ並べて設置します。ピュアホワイトパーティションをクリスタリウムワードローブの木のセイタが隠れて装飾の模様だけが見えるようになる位置に設置します。もしグリッドでうまくいかない場合があれば、グリッドをオフにして微調整してください。ショーケースを取り出し、180度回転させガラス面をこちら側に向けます。グリッドオフにし、クリスタリウムワードローブの装飾よりもガラス面が少しだけ前に出る位置に設置します。スクエアニッチパーティションを取り出し、棚のくぼみからワードローブが少し見えるところに仮置きします。台座に乗せる機能をオンにし、コーヒーサイフォンを置いていきます。ワードローブの装飾の縁を目安に、棚の手前ギリギリにコーヒーサイフォンを2つ並べて設置します。スクエアニッチパーティションをつかみ、コーヒーサイフォンの取っ手の部分だけが見える位置に移動させます。玄関ドアにちゃんとアクセスできるか確認してください。アクセスできない場合は、スクエアニッチパーティションをもっと奥に玄関ギリギリまで寄せてみてください。ブックシェルフシークレットパーティションをグリッドオンの状態で、今作っている装飾ドアの中央部分だけが見える位置になるように設置します。ブックシェルフシークレットパーティションはプレイヤーもしくは NPC が近くにいないときは閉まってしまうので、雇用 NPC を近くに隠しておいておきます。オープンパーティションを開いた扉と重なる位置から手前に1グリッド、内側にも1グリッドずらした位置に設置します。反対側も同様に手前に1グリッド、内側にも1グリッドずらした位置に設置します。シンプルスタイルフリーパーティションに壁紙、イシュガルディアンインナーウォールを貼り付けたものをオープンパーティションに重なる1グリッド奥に設置します。この時グリッドで設置することできれいに中央に設置できるのですが、側面に白いパーティションの面が見えてしまうので、グリッドをオフにしてオープンパーティションをちょっとだけ内側にずらして調整します。反対側も同様にシンプルスタイルフリーパーティションをグリッドオンで設置してから、グリッドをオフにしてオープンパーティションを内側に調整します。部屋の西側に向かってパーティションを並べていきます。グリッドオンにし、オープンパーティションを90度回転させます。オープンパーティションの角を合わせて隙間ができないように設置します。オープンパーティションを45度に回転させ、隣のパーティションの角に合わせて設置します。もう一つオープンパーティションを取り出し、隣の角に合わせるように置くと、ちょうど部屋の真ん中の位置になると思います。ブックシェルフシークレットパーティションをオープンパーティションに1グリッド重ねる位置に設置します。ラザハンブックシェルフパーティションを90度回転させ、オープンパーティションの縁に合わせて設置します。もう一つラザハンブックシェルフパーティションを90度回転させ、ブックシェルフに端を合わせて設置します。ボルダリングパーティションの裏面をこちら側になるよう90度回転させ、ラザハンブックシェルフパーティションの装飾だけ見えるように重ねて設置します。もう一つボルダリングパーティションを同様に並べて設置します。ラザハンブックシェルフパーティションを90度回転させたものをグリッドオフにしてつかみ、装飾の線が少しだけ見えるように中央あたりに設置します。これで部屋の壁作りが完了しました。作業の続きをするにあたって、玄関に置いたブックシェルフシークレットパーティションが作業中カメラに干渉することがあるので、一旦撤去しておきます。景色の続きを作っていきます。設置したオープンパーティションの裏面上部に
クリスタルハンギングオーナメントを貼り付けます。あと2つクリスタルハンギングオーナメントをそれぞれオープンパーティションに貼り付けます。これで照度を0にするとアーモロートらしいグラデーションの空の色に見えるかなと思います。建造物を模した家具を追加していきます。ザナラーンワードローブを取り出し、時計回りに4グリッド分回転させます。景色部分の右奥に設置します。ララフェルステップを取り出し、その台座の上にアイスボックスを2つ積み上げておきます。スチールロッカーを取り出し、半時計回りに8グリッド分回転させます。ララフェルステップをつかみ、時計回りに9グリッド分回転させます。グリッドを数えるの大変なので、家具の短辺と長辺を合わせるように考えてください。グリッドオフにしてスチールロッカーをつかみ、アイスボックスに重ね合わせるようにします。今回は同系色にしていますが、ロッカーの染色を黄色等に変えるとビルの窓の明かりにも見えます。これを景色の中に配置します。スチールロッカーをつかみ、ザナラーンワードローブの手前あたりに設置します。ララフェルステップをつかみ、スチールロッカーの位置に重ね合わせて設置します。ラノシアンワードローブを取り出し、半時計回りに90度回転させます。部屋の西側の窓を隠すようにワードローブを設置します。ウルダハンアルモアールを半時計回りに90度回転させ、ワードローブの左隣に半分くらい重ねるようにして設置します。ザナラーンカップボードを時計回りに90度回転させ、オープンパーティションの左端あたりに設置します。照度を0にして景色のバランスを見ながら家具を追加していきます。西側だけ暗いので照明を追加したいと思います。ここは狭くて影絵は難しそうなので、光だけ足すために今回はカーバンクルランタンを2つ設置しました。ピロソポスラウンドテーブルを景色の右手前に設置します。もう一つピロソポスラウンドテーブルを斜めにしたオープンパーティションの2本目の枠あたりに設置します。さらにもう一つピロソポスラウンドテーブルを左右の木と同じ向きにはならないように向きや位置を調整して設置します。オレンジの鉢植えを相手用ランプの手前に設置してランプ等の目隠しにします。台座に乗せる機能をオンにしてピロソポスラウンドテーブルの上に扉が背面になるように斜めに回転させたアイスボックスを乗せます。もう一つ同じようにアイスボックスを斜めに回転させたものを相手用ランプを隠すような感じでテーブルの上に設置します。ここでテーブルが相手用ランプに干渉して影が見えなくなっていたので位置を調整しました。これで景色部分は完成になります。オープンパーティションの位置からも地下工房にはアクセスできます。部屋に戻ってもし家具に埋まったら1回ジャンプしてからそのまま前進すれば大丈夫です。では部屋の装飾とソファーなどの家具を置いていきます。ロイヤルベッドを取り出し180度回転させます。東側の壁奥ギリギリに中心から少しだけ右にずらした位置に設置します。少し右にずらしたのは地下階段への動線のためです。このロイヤルベッドについてですが、染色が天外カーテンのみでお布団のシーツには反映されず赤いままです。今回は色味を揃えるために別の家具で赤色を隠したいと思います。バンケットラウンドテーブルをベッドの中心に1つ、その左右にも1つずつ並べて設置します。
ーブルの上にツインクッションを2つ設置します。ユールモアディバンを取り出し、自分のキャラの寝る位置を確認します。確認した位置を目安にベッドで寝たい位置にユールモアディバンを仕込みます。オープンパーティションに装飾をしていきます。忍者の椅子を180度回転し、背もたれの模様が見えるようにオープンパーティションの下部分に並べて設置します。他のオープンパーティションにも同じ装飾をしていきます。斜めに設置するときはグリッドオンで仮置きしてからオフにして調整すると良いと思います。斜めに置いたオープンパーティションの前にザナラーンカウチを設置します。パーティションとカウチの間は少し隙間を空けています。ザナラーンソファーを時計回りに2グリッド分回転させ、カウチの隣に設置します。カウチとソファーの間にヴィンテージサイドテーブルを設置し、フルーツフレーバードリンクセットをサイドテーブルの上に設置します。スパイダープラントの鉢植えをサイドテーブルの左奥に設置します。ドラセナの鉢植えをカウチの左奥に設置します。アルザダールトレジャーラグをカウチとソファーの前に敷きます。倉庫からステージカーテンを取り出しつかみます。それを正面のオープンパーティション上側の左端に向かってサブコマンドから設置します。サブコマンドはデフォルトではテンキーのアスタリスク、パッド操作では四角ボタンを2回押してください。もう一つ同様にステージカーテンを倉庫から取り出し、西側のオープンパーティションの右端に向かってサブコマンドで設置します。スワッグバランスカーテンを倉庫から取り出し、オープンパーティションの上の窓にかかるようにサブコマンドから設置します。あと2つ同じようにスワッグバランスカーテンを設置していきます。照度を0にして照明を追加していきます。ルミナスマッシュルームランプをスパイダープラントの鉢植えに重ねて設置します。グブラフロアランプを取り出しクリックして点灯させます。グブラフロアランプをつかみベッドの壁の奥に向かってランプが1つだけ見えるようになる位置に設置します。もう少し明るくしたいなと思ったので台座に乗せる機能をオフにしてシュラウドランタンをベッドの下に隠して設置します。最後に作業のために外しておいたブックシェルフシークレットパーティションを元の位置に戻します。これで完成になります。お疲れ様でした。設置数は86個でもう少し余裕がありますのでお好みで家具の追加やアレンジ、地下階のハウジングに使っていただければと思います。補足です。もし今回のハウジングをアパルトメントなどでデフォルト壁を活かせないところで作成したい場合はシンプルスタイルフリーパーティションに壁紙シーフェイドインナーウォールを貼り付けたものを壁の基準として同じように作成してください。フリーパーティションを使うためどこでも作成できますが玄関などのドアへのアクセスはできないのでご注意ください。また照明家具をたくさん使うと設定や環境 FF14 自体の仕様により影がちゃんと表示されないことがあるので照明の数は注意してください。ご視聴ありがとうございました。